こんにちは、なっきです。今日は春を待つ子の削りをやっていきたいと思います。花が咲き始めたのを見て、ほわっと気が抜けたような表情をイメージして作っていきます。抜け感を出すためにオープンマウスにも挑戦します。優しい表情が好きな人や優しい表情を作りたい人はぜひ見ていってください。花粉症で鼻が詰まっていてお聞き苦しかったらすみません。それでは解説やっていきましょう。最初にアイホールの左右差を整えていました。この子は向かって左目の目尻が上がっていたのと右目の目頭側が上がっていたのを削っています。まぶた側がとんがり気味だったので少し丸めに修正しています。いつもアイホールは角がなだらかなおにぎり型にしようとしています。緩やかな三角形ってことですね。可愛いなと思うんですがいかがでしょうか。アイホールが整えられたので二重と目の下の線をバランスを見ながら描き込んでいきます。この子の二重は幅広で平行気味な二重です。平行なんですがアイホールの形に沿わないようにラインをしようと思って真ん中が少し平ら気味になるようにしています。下書きに沿って浅く掘るようにしてラインを作っていきます。二重の溝ができてきたらビットを縦にしておでこに沿わすような形で上の角を落としていきます。二重の上側の皮膚が乗ってるというか織り込まれているのを意識して作るといいかなと思います。角はなくて丸くなっているので丸く仕上げます。それから二重のラインの始まりと終わりの部分を少しずつ力を抜くようにして溝がゼロになるように削っていって入り抜きを作ります。だいたい二重ができました。他のパーツを進めた後に整えていこうと思います。今度は目の下を彫っていきます。内側がくぼんで外側が膨らむような形で彫っています。線として彫るんじゃなく起伏として彫るといいかなと思います。なので目頭側はくぼませています。ここでも角を取っていますね。はい、目の下はこんな感じになりました。今度は鼻を削っていきます。鼻はまず高さを低くしていきます。今郵便が来て布花の抜き弁が来たんですがめっちゃいい。めちゃめちゃ良すぎてびっくりしました。しかも昨日の朝頼んだのにもう来た。早い。昨日10時に頼んで今朝10時ぐらいです。いやーすごい。なんて余分な話をしてしまいましたが、肌の高さは横顔からも見て違和感がない形に低くしていきます。唇を作っていきます。今回はオープンマウスなのもあって声解説なしの全作業見られるような動画を別で作っています。概要欄に貼っておきますのでよかったら見てみてください。なので今の動画ではざっくり進めていきます。はじめに上唇と下唇の境目のラインを作っていました。その後上唇の角度を調節していました。精密な彫刻刀の平刃で削っています。オープンマウスをするのに唇を上の方に持っていきたかったので上唇を2ミリほどがっつりと削りました。薄くなってきたところを裏からもドリルを当てて穴を開けていきます。後から思えばリップをそんなに上に上げる必要はなかったなと思います。開いた穴の端を鋭利に整えています。ナイフで V 字にカットを入れて破片を取り除くようにしています。下唇の角度を彫刻刀で調節しています。あらかた形ができたのでルーターで削っていきます。上唇を整えています。上に上げたので上唇自体は少し面積が小さくなりました。小鼻から続くラインを作っていきます。ほうれい線みたいなとこですかね。ほっぺをぷっくり見せるのに今回はしっかりめに入れてみることにしました。ほっぺが上がるようになだらかにつなげていきます。下唇を整えています。少し真ん中が V 字にへこむような形にしてみようかなと思っています。こんな感じになっています。横から見るとこんな感じです。そんなに口が開いていることは目立たない感じになっています。続いて口角を整えていきます。下唇が左右に長かったので短くするように削っています。口角の下には膨らみが来ない方が自然な感じに仕上がるかなと思います。小鼻の横のほうれい線と交わる部分を作っています。今回初めてここを意識して彫るようにしました。少し口自体が笑ってる感じなので頬が盛り上がった時に若干横っぽい斜めっぽい線が入ります。それをちょっと作ってみようかなって思いました。今は唇の下を深くしています。
口角の削った線をナイフでなぞってシャープにしていきます。これをやるとよりパーツがはっきりします。リップがわかりやすいようにパステルで色をのせて確認しやすいようにしてみました。こんな感じのお口です。どうですかね。口角から頬に伸びるラインを入れています。ここの線は細めのビットで小さめに入れるようにしています。下唇のアウトラインを整えています。上唇側に下唇がくっていっているので面積が広いんですよね。なので上唇の小ささとも相まって下唇が大きく見えます。口角横のほっぺの下の部分を削っていきます。ほっぺが丸く立体になっていることを意識しながら下側を削っていきます。ほうれい線と鼻の下を整えています。今回なぜか鼻は後回しにしています。顎の形を整えています。最近はちょっと外国人さんのようなしっかりした骨が好きなので、ケツ顎は浅くするんですが残すようにしています。顎周りをがっつり削っていきます。いろんな角度から見た時に輪郭が綺麗になるように意識して削っていきます。顎が前に出るような感じに立体感があるといいかなと思っています。この横から見た時の感じで顎が出た方が可愛いかなって思っています。後回しにしてた鼻を彫り始めました。いつもは小鼻の横から削るようにするんですが、何を血迷ったか鼻の穴から作り始めました。バランスを取るのが難しいので、鼻自体を作り上げてから穴は開けた方がいいかなとは思ってるんですが、今回はなんとなく人中から作ってしまったので、人中から続いてる鼻の穴を作り始めたんだと思います。小鼻の横を丸く削っていきます。小鼻はもともとある鼻を斜めに切り込んでいく感じで削っていくと立体的に残しやすいです。鼻の下から鼻の上側まで小鼻はつなげて彫ります。小鼻を横顔だけ見て作っているとなんか前から見た時に四角い鼻になりがちな気がします。なので前向きについていることを意識しながら前から見ても可愛い小鼻になるように注意して削った方がいいかなと思います。鼻の上を削っていきます。ここが鼻筋としてつながっているとすっきりとして大人っぽい印象になるので、少し幼い顔にしたいので鼻を切り離していきます。そんなに極端にじゃなくて、なんとなく一回バウンドしてるなっていう感じの区切りを入れていきます。低くした後に鼻筋の両サイドを彫っていきます。それと一緒に小鼻の上側のくぼみも作っていきます。小鼻の上のくぼみと目の横ではまた一回区切りが入ります。そういうところも意識できると自然なお顔になるんじゃないかなと思ってやっています。反対側の鼻筋横を削っています。ここは眉頭の下につなげるように削ります。実際に眉毛を描くときはもう少し外側に描くので、眉頭にあんまりくぼみがなくても眉間がなくてもいいかなとは思うんですが、端の処理はこだわりたいです。鼻先の形を整えています。今回参考にした画像が鼻の軟骨が開いてるタイプのちょっと骨張った鼻だったんですが、ケツ顎と一緒でそれがまた逆に可愛いなっていう感じなので取り入れてみました。ちょっと痩せてる外国人さんというか子供っぽいというかが可愛いなと思いましたね。軟骨が開いてるとかってコンプレックスになりやすいのかもしれないんですが、お顔の特徴としてそれはそれで魅力があるなって思います。鼻がだいぶ仕上がってきましたね。微調節しています。最後に目頭横を削っていきます。ここも横から見たりした時に輪郭になる部分です。今回はほっぺ側が平ら気味で斜め上に削いでいく感じです。この子はラディエンスリニューの顔型なんですが、正面から見ると丸顔で削っても削っても変化が出づらい感じがしました。ただ終わってみれば顎は結構変化が出ました。反対側も削っていきます。見た目で変化が少なくても削っておけばメイクをした時にちょっとした立体感とかが違ってくるので、しないよりはした方がいいかなと思ってやっています。そういう小さなニュアンスみたいなのが積み重なって見応えになっていってくれればいいなと思っているんですが、どうでしょうね。全体が彫り上がったので二重を整えています。
目のラインに沿わない二重のラインにしようと思っていたんですが、結構角つきが目立ってしまったので、そこをなだらかにしていく感じで削りました。最近はお顔にどういう癖をのせようかなっていうのを考えて作っています。今回の子だったら目から離れたラインとほうれい線につながる線とオープンマウスとっていう感じです。完成しました。ということで今日は春を待つ子の削りをやっていきましたが、いかがだったでしょうか。優しい抜け感のある表情って難しいですね。メイクでもフォローしていきますので、ぜひメイク動画も見てもらえたら嬉しいです。この動画が良かったなと思ってもらえたらグッドボタンを押していってください。ここで一つ小話を。動画前半は朝10時に撮ったのですが、後半は夜10時に撮っています。ちょっと眠い感じになってしまいすいません。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。